みんないいか、済んだもんなのだ。今日みんなに紹介するのは、火山と氷の国、アイスランドなのだ。そしてね、実はこのアイスランド、みんなが聞いたら、って驚く豆知識があるのだ。なんと、夏にブンブン飛び回る、一匹もいないらしいのだ。すごいのだ。これはポイント高いのだ。今日はこのアイスランドから、全部で5つのニュースをみんなにお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。崖っぷちの師匠、クリストルーン・フロスタドッティルが主張する、退屈な中道、という記事なのだ。37歳で首相になったばかりの若きリーダーが、国民の政治不信にどう立ち向かっているのか、とっても気になるのだ。多くの国でポピュリズムや極右が台頭する中で、彼女の退屈な中道、戦略がどうなるのか、見逃せないのだ。もしこの動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いするのだ。それでは早速、アイスランドの魅力を一緒に見ていくのだ。ワクワクなのだ。北欧に浮かぶ神秘的な島国、アイスランドを紹介するのだ。氷と炎が織りなす大自然が魅力のこの国は、多くの人々を引きつけるのだ。北大西洋に位置し、最北のストレイキャビクを持つ国なのだ。人口は約38万人と少なく、世界初の議会が生まれた歴史を持つ民主主義国家なのだ。主要産業は漁業で、豊かな海の恵みに恵まれているのだ。近年は観光業も盛んで、雄大な自然が人気なのだ。地熱発電が発達し、クリーンエネルギー自給率ほぼ 100% の環境先進国なのだ。ユニークな神話や佐賀文学が育まれた豊かな文化を持つ国なのだ。近年は持続可能な観光や地球温暖化対策への取り組みが国際的にも注目されているのだ。温泉、オーロラ、氷河、火山など、ここでしか体験できない驚きがいっぱい詰まった国、それがアイスランドなのだ。一つ目のニュースなのだ。ダンスフロアでの本音、ベニーヘムヘムとポール・オースカルの新作アルバムを紐解くという記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。アイスランドの超有名ミュージシャン、PLL、SKAR さんとベニーヘムヘムさんが、なんと新アルバム、アルベグをリリースしたのだ。これはただのポップアルバムじゃないのだ。政治的なメッセージとはヒップホップが見事に融合したとっても大切なアルバムなのだ。2人は2017年に音楽制作から一度離れていたんだけど、2024年のテレビ番組での共演が運命の出会いだったのだ。ベニーさんが作った曲に PLL、SKAR さんが歌詞をつけて、どんどん曲が生まれて、気づいたらアルバムになっていたっていうのだから、すごいのだ。全く違うタイプの2人だけど、まるでパズルのピースみたいにピタッとはまったのだ。PLL、SKAR さんは細部にこだわるプロフェッショナルで、ベニーさんはどんどん新しいアイデアを出すタイプ。お互いの違いを補い合って、最高のものが生まれたのだ。このアルバムのすごいところは、個人的な体験から普遍的な社会問題を歌っていることなのだ。例えば、PLL、SKAR さんの夫が難民申請を拒否された経験から生まれたアルベグサットは、愛の歌でありながら不公平なシステムに異議を唱えるアンセムなのだ。あと、愛と AF、BLMUNUM では、学校でのいじめを国際社会の不正義に例えて深く考えさせられるのだ。PLL、SKAR さんは長年 LGBTQ+ の権利のために活動してきたし、最近はパレスチナのことも応援しているのだ。ベニーさんは PLL、SKAR さんのことを人権のために戦うのがデフォルト設定って言ってるくらいなのだ。二人はいじめやファシズムみたいな世界中の悪い雰囲気について深い会話を重ねたのだ。そしてみんな自分の声を出してはっきり言うべきなのだってメッセージをアルバムに込めたのだ。アルベグは甘いポップソングの中に愛、平和、
人間の尊厳という一番大切な価値を訴えかける、とっても力強いアルバムなのだ。みんなもぜひ聴いて何かを感じてほしいのだ。2つ目のニュースなのだ。RIFF 開幕。レイキやビークの映画愛好家最大の祭典でドキュメンタリーが輝くという記事なのだ。レイキャビク国際映画祭、通称 RIFF が今年もやってきたのだ。映画祭のプログラミング責任者フレデリック・ボワイエ氏によると、大スクリーンで映画を見るのは iPhone で音楽を聴く時代にレコードを聴くようなものなのだっていうのだ。ストリーミングが主流になっても映画祭は世界中の新しい作品や名作、そして監督さんたちをレイキャビクに招いて手作りのプログラムを届けているのだ。今年の RIFF はゲストも作品も豪華絢爛なのだ。写真家で映画監督のアントン・コービンさん、女優のキム・ノバクさん、映画監督のアピチャッポン、イーラセタクンさんといった大物ゲストがやってくるのだ。それからレニー・サフディ監督のデビュー作サスマッシング・マシンがオンラインで紹介されるし、クロージング作品はなんとジュード・ローさんがプーチンを演じるオリビエ・浅井康監督のザ・ウィザード・オブ・ザ・クレムリンなのだ。カンヌ映画祭からはオリビエ・ラックス監督の SIRT やスカーレット・ヨハンソンさんの初監督作品エレノア・ザ・グレートも登場するのだ。スイス映画や北欧作品の特集、それに洞窟みたいな場所での野外上映、ラーメン試食付きの映画上映まで盛りだくさんで誰でも楽しめる内容になっているのだ。レイキャビクの観客は新しいものにすごく興味津々で、若くて映画や音楽の知識も深いんだってフレデリックさんも言ってたのだ。特に今年のドキュメンタリープログラムはとびきり素晴らしいのだ。グリーンランドの司法制度と18年間刑務所にいたルースさんと監督の友情を描いたオールズ秋に射抜くは必見なのだ。監督の一人ソフィーさんは受刑者の信頼を得るために実際に短期間刑務所に入ったこともあるのだ。この映画はシステム批判ではなく人々の友情や女性たちの物語に焦点を当てているのだ。もう一つ注目なのはレイキャビクのパンク博物館を舞台にしたドキュメンタリーラストファーム・イン・レイキャビクなのだ。元公共トイレだった場所にできたユニークな博物館とその創設者軍曹シグルズソンさんの物語をアメリカ人監督のブランドン・モランさんが描いているのだ。アイスランドのパンクシーンを彩った伝説のミュージシャンたちへのインタビューも盛り込まれているのだ。アイスランドでの撮影は計画を立てるのが大変だったけど SNS のおかげで多くの人に出会えたそうだよ。RIFF は9月25日から10月5日まで開催されるのだ。ぜひチェックしてみてほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。崖っぷちの師匠クリストルーン・フロスタドッティルが主張する退屈な中道という記事なのだ。アイスランドでは史上最年少の37歳で首相になったクリストルン・フロスタドッティル氏が国民の政治不信に立ち向かっているのだ。元企業エコノミストという異色の経歴を持つ彼女はエリート層と国民の乖離を深く憂慮しているのだ。多くの国でポピュリズムや極右が台頭する中、フロスタドッティル氏は退屈な中道を標榜し、国家の機能改善と国民との信頼関係再構築に力を注いでいるのだ。彼女はもし国家の改革に失敗すれば安易な解決策を提示する極右勢力がアイスランドにも広がる可能性があると警告しているのだ。政治家としての彼女の異質な経歴は既存の枠にとらわれずに物事を問う自由を与えているのだ。首相就任後、彼女の政府は漁業手数料法案をめぐる議会の長期化に対し民主主義への脅威なのだと明確に異議を唱え、多数決で可決させたのだ。この行動は政府がその使命を果たすことの重要性を示し、国民の支持を保っているのだ。国民は活発な議論は望むけれど、
選挙結果を覆そうとする妨害行為は望んでいないのだ。また、長年の懸案である EU 加盟については、国民の広範な合意形成と冷静な議論が不可欠だと考えているのだ。これは目先の解決策ではなく、何年もかかる長期的なプロジェクトだと強調し、現実的なアプローチを見せているのだ。フロスタドッティル氏は、組織的で率直なリーダーシップで知られ、キャリア政治家とは異なる視点を持っているのだ。彼女の活躍は、激動の時代において、能力主義を求める有権者の傾向を象徴しているのだ。アイスランドの未来は、この若き首相の手腕にかかっているのだなのだ。4つ目のニュースなのだ。シークエンシズ、ペースを落とす。リアルタイムアートフェスティバルがあなたを立ち止まりへと誘うという記事なのだ。こんにちはなのだ。今回はアイスランドで開催されるアートフェスティバルシークエンシズ XII について紹介するのだ。このフェスティバルはリアルタイムフェスティバルと自称しているけど、今年のテーマはキュレーターのダリア・ソル・アンドリュースさんが掲げた一時停止 PSA なのだ。これはリアルタイムという概念を現代社会で失われがちなゆっくりと時間を過ごすことへと広げたものなのだ。ダリアさんは妊娠・出産を経験した中で時間に対する考え方が変わり、一時停止の重要性を痛感したことからこのテーマが生まれたと言っているのだ。フェスティバルではじっくり時間をかけて制作された作品や自然に時間を経て変化した作品、そして鑑賞者に忍耐を求めるパフォーマンスなど様々な形でスローネスが表現されるのだ。体験的な時間、自然な時間、政治的な時間という3つの主要な展示でもそれぞれの視点から時間が探求されるのだ。今年はアイスランド国内外から40組以上のアーティストが参加し、7つの会場で開催されるのだ。アイスランドの視覚芸術が中心だけど、国際的な声と対話することで、より面白くなるのだとダリアさんは強調しているのだ。注目アーティストの一人、イラン系アメリカ人アーティストのシェイダ・ソレイマニさんは、活動家としての経験や、イラン革命で政治犯だった母親の経験をもとにしたマルチメディア作品を展示するのだ。政治のレンズを通して時間というものを探求しているのだ。もう一つの見どころは、アイスランドを拠点とするメキシコ人アーティスト、ウーゴ・シャネスさんとキャサリン・リバデネイラ・エイジョさんによるパフォーマンスと食事のイベントなのだ。ミシュランで腕を磨いたシェフのキャサリンさんとマルチメディアアーティストのウーゴさんがメキシコとアイスランドの食材や習慣を組み合わせた食事とパフォーマンスを提供するのだ。このイベントの核となるのはメキシコの伝統的なコーン生地マサなのだ。ウーゴさんはマサが時間や地域によって変化する様子にインスピレーションを受け、アイスランドとメキシコの要素を融合させた変異としてのパフォーマンスディナーを作り出すのだと言っているのだ。キャサリンさんはミシュランの世界を離れて一時停止することを学んだと語り、マサ作りもゆっくりと一つ一つの工程を大切にする先祖伝来の習慣なのだと説明しているのだ。現代の早すぎる生活の中で私たちは食事の時でさえ完全に今に存在しないことが多いけど、このフェスティバルは私たちに一時停止して美しさを見つける機会を与えてくれるのだ。シークエンシズ XII は10月10日から20日まで開催されるのだ。展示はすべて無料だけど、一部のイベントはチケットが必要なのだ。詳細はシークエンシズイズで確認できるのだ。みんなも一時停止してアートをじっくり楽しむのだ。5つ目のニュースなのだ。知られざる野鳥の楽園グリム聖島でデビットアッテンボローになりきるという記事なのだ。アイスランドのドランブスネス沖にあまり知られていない鳥の楽園グリム聖島があるのだ。ほとんどの人がこの島の存在を知らないらしいのだ。漁師のマグヌスさんがガイド兼船長で
6月中旬から8月中旬限定でツアーを開催しているのだ。運が良ければザトウクジラにも会えるかもしれないのだ。小さなボートで海を渡り、海藻が茂る岩だらけの岸辺に到着したのだ。島に足を踏み入れると、雪山を背景に穏やかな海が広がり、花と鳥でにぎわう緑豊かなオアシスが目に飛び込んできたのだ。たくさんのパフィンたちが巣穴から顔を出したり、子供やパートナーのために食べ物を運んだりしているのだ。温暖化のせいか、昔より早く来るようになったらしいのだ。この島には約20万羽ものパフィンがいるらしいのだ。すごい数なのだ。パフィン以外にも、コケワタガモ、ウミガラス、フルマカモメなど15種の鳥が営巣しているのだ。アザラシも岩の上で日光浴をしているのだ。島の真ん中には可愛いオレンジ色の灯台があるのだ。マグヌスさんのおじさんが建てた小さな小屋は、ボートが流された時の非常用にも使うことがあるのだって。島のあちこちで卵を温めるために自分の羽毛をむしるワタカモの巣を見ることができたのだ。その羽毛はダウンなどに使われる貴重なものなのだ。自然の厳しさも目の当たりにしたのだ。母親に置き去りにされたヒナや放棄された卵を見たのだ。でもマグヌスさんは放棄された卵を持ち帰り、孵化するか見てみることにしたのだ。優しいのだ。海岸では昔座礁したザトウクジラの脊椎の骨を見つけたのだ。お土産にする人もいるらしいけど、持ち出しは禁止されているのだ。島の反対側では突然ミンクだとマグヌスさんが叫んだのだ。本土から泳ぎ着くミンクはこの楽園の鳥たちにとって最大の脅威なのだ。一匹現れると10羽の鳥が死ぬと言われているのだ。マグヌスさんは素手で捕まえようとしていたけど、ミンクはすぐに姿を消したのだ。最後に私たちは草の上に座り、鳥たちの鳴き声と波の音に耳を傾けたのだ。マグヌスさんは静かで本当に良い場所だ。鳥たちの声以外はね、と話していたのだ。この特別な体験は忘れられない思い出になるのだ。神秘の島、アイスランドなのだ。氷と炎の大自然に加え、心揺さぶる音楽、深遠な映画、そして時間を慈しむアートが豊かな文化を育んでいるのだ。若き首相が持続可能な未来を目指し、野鳥の楽園も大切に守る。知れば知るほど魅力が尽きない国なのだ。みんなもこのユニークな魅力に触れてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。